車の幅が狭いからね、行けちゃうんだね。揺れるな。日本特殊ボディさんのエクスペディションイーグルだっけな。エクスペディションストライカー。ストライカートラビオっていういすゞの、これもキャンピングカー用シャシなのかな、確かキャね。ンパーシャーシーズバイ。で今日はこれをなんと1泊貸していただけるっていうことで、めっちゃ楽しみ。そう行ってみようか、とりあえず。よう。いやキャブコンはねずっと興味あった。俺らバンコンばっかり乗ってたから。そうですね。かかったー。露骨な感じだけど見た目は四駆じゃなくて二駆らしいね。だから気をつけないとね。普通免許で運転ができる。全長が5010ミリ、5メートルぐらいでね。幅が 1.8 メートルちょいで、高さが3メートルちょい。なるほど。じゃあキャラバンスーパーロングよりちょっと長さがないぐらいだ。で高さがあって幅は同じぐらい。つまりこれ結構運転しやすいかもしれない。とりあえず昼飯。大学生の時の引っ越しでミートトラック借りてやったんだけど、それ以来かもしれない。トラック？トラック。あ、でも昔あれか、2人でキャブコン借りたことあったね。あったね。すごい前。キャラバン買う前。めっちゃ運転しやすいわ、すでにこれ。あ、本当？めっちゃ運転しやすい。続いて右です。サイドミラーがめっちゃ右左右に出てるから、そこだけ要注意だけど。確かにこれは車体自体は狭いけど、今までの乗った車と違ってめっちゃ背が高いから、それがどんな影響があるかって気になる。車両総重量3180。思ったほど重くないぞそれ。キャラバンの時より軽いと思うよそれ。マジ？運転しててもそんななんか重いなって感じ全くないもん。すっきりしてるんだ、後ろが。シェルの部分が横に広くなってないから、後ろが見やすい。めっちゃこの信号ですか。3個目の信号です。これ私も運転できそう？ちなみに余裕でできると。お被災伊豆クイズ。あれ、駐車場が狭い。あ、しかもなんかパンパン。ここまでの所要時間はなんか頑張れば入れたな。でも今いやこれ多分いけるで。あと変な障害物が乗ってる。この辺でいいか。こっち全然余裕です。大丈夫です。素晴らしい。すごい。こんな狭い駐車場も入れた。やっぱね、車の幅が狭いからね、行けちゃうんだね。高さはとんでもないけど。すごいわ。入れちゃったね。入れちゃったよ。すごいな。マジか。しかも結構余裕で入れてる。高さがあるだけで幅は狭い。なんか鴨のそばがうまいんだっけ。両足紐ほどけてるけど。大好きすぎてちょっとなんかおかしくなっちゃった。美味しそう。ありがとうございます。うわ、うまそう。なんかね、天皇家が海外の来賓みたいなのに伝統的な鴨料を見せる場所がこの辺にあるらしい。ああ、鴨抜きっていう。初めてだね。鴨そばのそばがない。鴨ぶち込んでるんだ。ああ、絶対うまい。うまい。親子丼のセットの温かいおそばになります。この鴨をここにぶち込んだら鴨そば。鴨そばになっちゃう。あ、大丈夫です。ありがとう。うまそう。プロテイン。そばも一応プロテイン。それも同じ味なのか。あ、一緒だった。本当？チェック。うますぎるわ。じゃあ服に飛び散ってるけど。あ、私ね、麺をすすれないんだよ。親子丼取られた。収まっているじゃないですか。かっこいいな。もうかっこいい。あ、もうほんとシュッとしとるね。こんな感じでボディとこの後ろの部分がもう同じ横幅。シュッとしとる。ほら小回り効くから、このはみ出ずに左折できたよ。おお。この信号左です。めっちゃこれ言ってきてくれる。これです。結構やっぱ突き上げ感はある。
振動はありますね。あ、でこのコモディ飯田というスーパーに切った北越餃子、北越餃子っていうのがこの辺のなんか有名らしいのね、でそれ買いたかったんだけど、そのお店本店がね今日定休日らしくて、このスーパーで取り扱いがあるようなので来てみた。スーパーの駐車場ね。一緒だ、エブリィと同じぐらいの大きさだわこれ。これ広いよ。ほら線が二重じゃん。あ、そうだ、確かにだからこれ好き。この1020のやつ好き。バックのモニターがあるので。あ、これは安心できますね。この大きさだとサイドミラーがめっちゃ見やすくてさ、うすごいわかるんだよ。普通のスーパーの枠に収まるよ。ん、綺麗に収まってる。ちょっとね、後ろのここのがさビャって出てる分をちょっと下がりすぎちゃったかな。運転、そうバック中これも加味しないとダメだね。もうちょっと手前で止まった方がよかった。ギリッギリ。横幅は余裕だもん。ほら、こっちがこうあってこっちもちょっと余裕あるぐらいだから。ちょうどダイソーがあるからゴミ袋とかを買っていこう。コモディ飯田。餃子ありませんよ。ないやないので。浜松餃子でいっか。うまそうじゃん。北越餃子の代わり。今思ったんだけど、車の後ろから出入り口じゃん。で中に冷蔵庫に物を入れるにずらさないとダメかもねこれ。ここから入れないもん。これ無理だねさすがに。ちょっとあっちに移動しよっか。まだ慣れてないから。めっちゃこの地面からの高さがあるね。あるね。そう入ってすぐのところに冷蔵庫があるから。57リットル結構でかいね。これ上のところ入るんじゃね？餃子結構でかくね。冷凍のとこに入れるのは無理だ。あ、入りそう。ほら、さすが57リットル。すごい。それあれ、その前にステップをしまわないと。でね、選手交代。緊張するな。選手交代です。どう？視線高くて気持ちいい。まだなんか慣れないからちょっと怖いけど。乗り心地はいいとは言えないね。振動はあるね。多分後ろのガターンにつられて前もガターンってしてる感じがする。ただ運転はすごいしやすいと思う。そうね。アルミ製のシェルなんだって。あ、シェル自体がオールアルミだから軽いんだよ。運転した感じ結構俺軽く感じたもん。燃費が 13.6 だって。仮装前の数値ですだって。だからこれよりはだいぶ落ちるんじゃねえか。7名乗車6名就寝。オルタネーターは150アンペア。めっちゃ強い。これ結構安全装備とかがついてって、クルコンは標準ではついてない。ここから千葉に入る。そう、ここが江戸川だ。江戸川野田。チャンネルでは初野田。醤油とビールみたいな。中は絶対あれいいんじゃん。うなぎあれあ、もうすぐ着きます。いけると思う。いけるいける。タイヤケツの下だから。ストップ。改めまして今回借りたのが日本特殊ボディさんのエクスペディションストライカー。武骨系キャブコン。フェーズフリーって言って認証を取ってるらしくて、備えをもっと身近にっていうのでキャンプとかで普段使いしながら災害時にも普通に使えるっていうなるほどね。コンセプトらしいよ。自然と防災に備えちゃうっていう考え方ね。なるほどね。で狭い道も街中も取り回しは良かった。これは確かに感じた。全長5メートル未満、幅 1.8 メートル。駐車場も入れたし、オートマ限定普通免許でも運転。バンクベッドはもうあるけど結構控えめな感じだね。前から見るとこれもすっきりしてる感じかな。すっきりしてる感じかな。
横から見るとがっつりのキャブコンだね。でバンクベッドの前の部分がこうちょっと下がってるから、前から見た時に控えめに見る。黒い部分なんだろうって気になって聞いたらアルミなんだって。これ全部アルミで作られてるって。オールアルミだって。給油する時はこっから、車内に繋がっとるわけよ。これもうこの中車内、荷物をね積み込んだんだけど、結構ここからぶち込んで、ぶち込んじゃって楽だった。楽だった。キャンプ場とかに来た時もここから食材を外にホイッとか、中の人と外の人で手分けしたりしてね。ほんでこれ結構あれ地面からね高いんだよね、ボディの底面が。走破性とかをやっぱ意識して作られてこうなってんだと思う。狭い道とか悪路も行けるようにね。で後ろのタイヤはダブルタイヤになってるから、これ多分相当安定性は強いんじゃない？横風とかも。そうそう、ピロンってなる。でここにラダーが収納されてて、これで出入りすると。めっちゃ高いからこのラダーがないと結構厳しい。海子と俺同じ足の長さなんだけど、腰の下ぐらいまであるからね。これよいしょは相当きついわ。出口は後ろにあると。これはちょっとねスーパーとかで真後ろに車がある状態だと後ろ行けなかったね。それを外部電源もここから使えるようになる。はいはいはい。これねスペアタイヤが後ろに、多分普通のトラックだったら下にタイヤがあると思うんだけど、何これ。この前見た B カムのベースのやつもこのパイプでこのドアをロックしてあって、走行中に勝手に開かないようにセキュリティもこれで担保されてる。これめっちゃいいと思った。なんかこのドアってさ結構締まりがさ甘い時とかあってさ、ちょっと怖い時あんじゃん。これはキッチンの裏側だね。だね。こういう風になってんだ。給排水タンクあるから、外から出し入れできるの。ワイヤーがあるからこれで突っ張ったらここが台にもなると。外テーブルとか外調理台とかにもなり得るね。ここ内側はエアコンの室外機がこの下にあるんだね。立ったまま設置されてる。本当だ。と FF ヒーターの排気。車高が高いから下の空間もだいぶ余裕がある。この運転席の後ろのところは電車のつなぎ目みたいな。助手席と運転席はリクライニングができるようになってて、運転席の方ができるのかな。じゃあやりすぎないで、下にドローンが置いてある。そこまでか。助手席はこの辺までできる。結構楽。そっから後ろに行けるかチャレンジしてみてよ。56センチの海子は行けますよ。前にこう。それ前に倒して助手席からだろうね。行くと。来れる？いいねいいね。いけるいける。これ乗るときにこれが手すりにもなると。網戸がついておりまして、これ良くない？それいいね。ピッピッピッ。入ってすぐのところにキッチンがあって、流しだけでコンロはないんだけど、でキッチンの先にリビング、123 4人ぐらい座れると。そう、乗車定員がこれ7名でシートベルトがあって4人座席になってます。マックスファンはついてないんだこれ。あれでもここになんか上になんかあるの。これ何これ。謎の珍しいよねこれレイアウト。キッチンとリビングがちょっと仕切られてる。なんかカウンターキッチンみたいな感じだよね。こっからこう料理を渡したりできる。はいお待ち。キッチンの上には電子レンジがあると。この上も収納になってて、食料品とかを入れた。これがインバーターのスイッチだって。100ボルト系統で、これ水道ポンプ。そこからでひねったら出ると。出てきた。このシンクはシンプルな感じだね。ね、シンプル。前後する。上下する。で、お湯は出ない。今回は IH を持ってきてるんで、それで料理をする。ここがさっき外からつながってたとこだ。そう。その下に給排水タンクがあって、
でその奥が広めの収納になってる。カウンターの下に冷蔵庫57リットルあって、これメーカーはドメティックだね。結構ねこれすごいよ。2リットルがこうドカンと入るし、お酒もドカンと入る。これが入ったのは結構びっくりだった。あ浜松餃子が余裕で入ったのが武骨系あるあるだよね、このメッシュの収納は。わかる。ちょっと見せる収納みたいな感じ。このままいろいろぶら下げたまま走るとこうガッチャンガッチャンになるかもしれない。これは1個古いタイプのスペディションストライカーで、新しいバージョンだとここになんか地下庫みたいなやつ。地下にトイレがちょうど収まる収納があって、でここに扉があってね。そう、今ここただの壁になってるけど、これがパターンでこう扉で仕パタ切れるようになる。ーンとするとこの後ろがマルチルームになるっていうのが最新のエクスペディションストライカーらしい。収納はねそんなに多くはないんだけど、結局これメインの収納がこの車の右側にずらっとある。これ俺のお風呂グッズ、海子のお風呂グッズと着替え。その横で何もない。あ、これはねあれ前と仕切りのやつ。こっちにはなんかクッションが、これ寝る時用のクッションがずら収まってますね。なんか暑いね。なんかちょっと暑い。クーラー入れるほどでもないんだけど、ちょっと暑い。クーラー入れるほどじゃねこれ。そう。ここ開けたらめっちゃ涼しいから入ってきて。風通るか。だからリビングルーム。家のクーラーがついてるリビング。2人席に1人で座ってもゆったり座ってちょうどいいぐらいだね。1人でもこれ。あ、そうだね。ああ、ちょっと距離が近いなって感じではある。あれ海子だったら大丈夫だ。おっさん4人だとちょっと厳しい。これすごいよ。これずれめっちゃ前後左右にずれる。自在なんだが結構立派な柱だね。結構これこうやって体重乗せても大丈夫。ここの下。うわ巨大なバ巨大ッテリーが入ってるところ。これ400ぐらいありそう。400ってことにしよう。この大きさ俺経験上400はあると。サブバッテリー。これリチウムだ。ソーラーチャージャーが入ってる。ソーラーパネルもついてるんだ。で、レノジーの BT2 がついてるから、Bluetooth でスマホでバッテリーの状況見れる。こっちね。じゃあこっち。取っ手がついてて開けやすくなってる。開けやすい。ここがね、ベバスト FF ヒーターです。FF ヒーターとインバーターもここに入ってる。2000ワット。でかいインバーター。電気系統はレノジーで統一してるね。これもレノジー。レノジーはね、俺らもよくお世話になってて、間違いない。そこがスイッチここにある。十中八九今回は使わない。さすがにもういらないでしょただ冬は絶対必要。絶対いる。キャンピングカーはディーゼルエンジンなので、燃料タンクからそのまま軽油を引っ張ってきて使うんで、別途灯油タンクとかに給油する必要がない。車への給油が同時に FF ヒーターへの給油にもなる。この通路はね、頑張ればこれすれ違いもできるぐらいの広さはある。この前のところは運転席の上は広大なベッドになって、ここに丁寧にね大きさが書いてあって 1900×1600 だって。だから幅の方が1600だろうね。スーッと。ちょっと一瞬寝てみたいかも。これもアルミだ。アルミでできてんだ。ワンちゃんは相当広いなこれ。やっぱ前がすぼんでるから前側に足だろうね。やっぱさ背高いのいいな。ストレスがない。ノンストレスだわ。これがキャブコンの強みだよね。半常設ベッドが作れるし、高さがあるから車内で普通に歩き回ったりできると。でこのキャンピングカーはあれ幅がさそんなにないけど高さがあるから相当広く感じるよね。ちっちゃい人なら横並びで寝れる。リビング部分も展開したらフロアベッド185センチ165センチの2人寝れるぐらいのベッドになるらしいんで、これを下がって調整しながら OK。 ここだ。剥がして。これ1人分いけてるね。いけてる。ほらこれどういうこと？渡す。これも改良中らしいぞ。乗れるのがズボって落ちないかな。これでいっぱい寝れると。寝れると。6名就寝だからここに3人
上に3人寝れるっていう計算なのかな。いや、確かにこれは寝れるわ。まあ、ただ6人で寝ることはないだろう。まず後ろの座席が4人限界だから4人だろう。段差ちょっとあるのは改良中だって。バンクベッドしか使わないってするんだったらもうこのクッションすらいらなくなってここがかなり広くなるだろうね、これなくせば。でその分例えば収納を増やしたりとかできる気がする。キャブコンで2人旅しようとか聞いたことないけどね。確かにな、ファミリー旅系がなんか多い。これを外していいよこれ。はいはい、完成。完成。まるでこれ家のように過ごせんのやばくない？やばい。この高さがあるからさ、不自然な動きが一切ないんだよ。そう。こうやって立ち歩いてさ、なんか荷物取ってきて、こう座ってパソコン開いて、それできちゃうのやっぱりすごいわ。1990ミリ、もう2メートル、ほぼ2メートル。すごすぎるわ。狂乱の宴する。狂乱あ、そうだ、ご飯だ、ご飯。入れないと、なんか今キッチンに立っておりますけど、何の違和感もないというか、本当にお家にいるときにやってるみたいな感じ。餃子さ、キッチンじゃなくてそっち側で焼きたくない？ちょっとパーティー風にな。サラダを。お酒。餃子。あ、お酒プリーズ。これ視聴者さんからもらったお酒、めっちゃうまい。そうなんだ。うん。へー。新潟で。俺が一人で行った時にね。うんうん。持ってきてくれたんや。優しい。あゆ。パパイ。餃子を焼くんだが、まずフライパンをよく熱する。結局バッテリーの残量がね、よくわかんない。インバーターは2000だったから、これは余裕なはずなのか。99% ってなったけど、本当なのかな。あんだけ冷房使ったからさすがにそれはないと思うんだよな。さっきも俺ここで昼寝してたけどさ、なんかバンクベッド展開せずとも膝を曲げた状態でも俺普通にいびきかいて寝てたんですよ。キッチンがちょっと微妙に仕切られてるような形になってるじゃん。うん。結構さ、キャンピングカーだとこの辺にあったりとかして、なんかリビングと一緒になってるみたいな感じのが結構多いと思ったんだけど、これは本当にそこがさらに家感が増してる。確かに別部屋みたいだね、キッチンがね。廊下が広いっていうのも結構あれなのかも。開放感出してんのかもね。まあ、この車あれだね、居住性に全振りしてる感はあるね。荷物とかは結構置く場所が、ほら、リュックとか今床にこう置いてる感じになってるから、こういうのの収まりはあんまりよろしくないんだけど、あと趣味道具とかは積みづらいね。この辺に置いたらなんか行き来がしづらくなっちゃうしね。キャブコンのこの広さと荷物の積載っていうのを両立できたらかなりいいかもしれないな。キャブコンで理想形を探すっていうのも結構ありな気がしてきた。荷物を詰めれるようなのが、いいってのと、走破性についても4駆だったら雪道とかも心配なく行けると。バンクベッドがあるおかげでベッド常設しつつ後ろの部分も居住性が確保されるからかなり強いんじゃないかこれも。強いってよこれ。趣味道具の入れ場所がな。趣味道具入れられるレイアウトもねあると思うんだよね。多分後ろの下のところで外から使える収納があるやつとかあったり、とかね、例えば自作っていう要素がないから自分で理想のレイアウトを探すしかないんだよ。そうだね。キャブコンの場合は。ただキャブコンにしかできない空間ある。
で、4駆であとシングルタイヤがいいな、後ろ。ああ、タイヤ交換がちょっと楽。そもそも自分でタイヤ交換すんのかな、キャブコン買った人。しないんじゃない？で、これ3トンぐらいだったから、片方の車軸重だと、俺が持ってるジャッキでも上がると思うんだ。あんまりでかすぎて自分でタイヤ交換できないだとちょっとめんどくさいの。俺ら結構頻繁にタイヤ交換するから。そうだね。本日の夕食。見て。大量の餃子ですよ、これ。行きましょ30個入ってますから、これ全部食べましょう。餃子 100g あたり、タンパク質 9g、600g 入ってるから、1人 300g、27g もタンパク質取れます。優秀じゃん。優秀だよ。よーし。最初ね、バンクベッド反対派だったよ。大変見た目の問題でね。でもこの車ぐらいの、シュッとしたバンクベッドだったらかなりいい。こうんういう、やっぱ走破性重視のキャブコンって、コンセプトが俺好きだわ。わかる。なかなかないじゃん。うん最初俺この車知ったの、クピオさんの動画なんよ。うん。なんだこのかっこいいキャブコンはって思って。多分これクピオさんが乗ってたやつと一緒だよね。うん。さあ、もういけるだろう。あれ？言ってた。 10これ15個ずつぐらいいけんじゃね？これ全部一気には確かに無理。絶対無理だ。 2回に分けよう。 2回に分けるしかないってね。なんたってね、まだ4時42分だ。ちなみにここは日本特殊ボディさんから30分ぐらいのめっちゃ近場。本当は高速の走破性能とかも確かめたかったけど、今回はもう下道だけで。ちょっとやっぱ横風にはそんな強くないと思うんだよね、これ。うん。ダブルタイヤだから下はどっしりしてるとはいえ、後ろから見るとかなり縦長だったもんね。そもそもの地面の高さが高いのと、そこからさらに高いから。これ車高何メートルあるんだろう？ 3メートルぐらい。3メートルぐらい。キャブコンとかね、運転するとき高さに気をつけないと、普通の車ならついつい入れるところでも、なんか上の木の枝とか、なんか電線とかに引っかかったりすることもあるらしいから、そこはめっちゃ要注意だよ。ドライブスルー系とか多分ほぼ無理。エブリィとのギャップがさ、やばすぎね。確かに。俺らよくさ、狭い軽バンでやってるよね。なんかでもまあコンセプトが違うよな。狭い空間をどう工夫して過ごすか。これやっちゃうとさ、やっぱってなっちゃうよね。なるよね。なんか両極端すぎる。俺ら何やってんだってなっちゃうよ。いや両極端だけど、ちょっとは俺寄せてるんだよ。キャンピングカー見てる中でもやっぱ走破性とかはかなり意識してるから。走破性はね、あるけどやっぱ欲しいよね。でもこのさ、幅の狭さ、結構どこでも行けると思う、この車。4駆だったら。日本狭い道多いから。狭い道もこれ慎重に行けば大体行けると思う。長さ短いじゃん。5メートルちょいでしょ。そうそう。でもそこまですんなら俺4メートル台にして欲しかったかも。フェリーフェリー。フェリー5メートル未満か6メートル未満で結構値段変わるから。フェリー会社にもよるけど、そこで区切ってる会社って結構あって。ある。大洗北海道のサンフラワーだともう6メートル未満で一括なんだけど、新潟から北海道とかだと3メートル、4メートル、5メートル、6メートル、1メートルごとに刻んでるから、そこで値段変わってくんだよね。これめっちゃうまかったわ。ありがとうございます。佐藤さんがくれた。ありがとうございます。水入れて蓋をする。水入れて。持ってくる？2人ぐらい。出てたかも。いや、そんぐらいでちょうどいいと思う。結構これバッテリー使うけど大丈夫かな？結構強火でこれもやんなきゃいけないみたいな。大丈夫だと信じるけど。水を入れすぎまして。そっか、この後焦げ目をつけるタイミングなのか。めっちゃいい感じになってきたやん。めっちゃいい感じだよ。プルプルだよ。そうそう、それね、この前買ったの。さ、めっちゃうまいじゃん、これ絶対。かぼす胡椒ってのをさ、買ってきてくれたじゃん。それを全部使い終わったから、柚子胡椒系をちょっと増やしたいなと思って。かぼす胡椒は辛すぎて俺には無理だったんだけど。私は全部食べました。ここにゴミ袋かけるの結構使いやすいね。ゴミ袋結構使いやすい。ね、何でもかけるから、ここもね、帽子とか食べた。使いようがいっぱいある。プレートスタイルで。もうほら、いいかも。なんか焦げ目ついた。美味しそう。ちょっと上だけ開けて換気してる。この車の屋根の上って全面ソーラーパネルが敷き詰められてあって、マックスファンをついてないんだけど、その代わりに俺ら今全部の窓を開けて換気してる。餃子の匂い残っちゃったらすいませんって感じだけど、まさか餃子パーティーするとは思ってないだろうね。そうだね。NTV さん。ここ食べたい。でうまそう。いただきまーす。いただきます。千葉で浜松餃子。いただきまーす。あ、うまい。
ほら、合うでしょ餃子にうん。柚子胡椒。合う。15個食べれば 27g タンパク質取れる。サラダはすでに食べてるか最近ね、俺筋トレ、あんまいろんなことやるの無理だから、懸垂とブルガリアンスクワットだけにしてる。これ30個入ってるって見てさ、多すぎみたいな思ってたけど、ちょうどいいね全然そんなことない。へい。もうちょい焦げてもいいけどね。ごちそうさまでした。餃子30個完食。もう家やん、これ。車じゃねえよ。キッチン。リビング。寝室。完璧すぎる。しかもこれ、窓開いてるけど、網戸だから虫入ってこない。これっぽくね。あった。じゃあまた。なんか結構綺麗じゃねこの建物。新しいのかな。めっちゃ綺麗じゃん。これ多分ストップもできるやつだろうな。微妙に開けるぐらいにしとこう。で、洗うまでもなかったやつらは、拭きで。おかえり。シャワーめっちゃ綺麗だったね。ね。しかもさ、なんだ、ドライヤーとかもあったね。あった。俺先行して布団に入るわ。はーい。バンクベッドに立って。座ることはできるよね。ああ、それはさすがに。バンクベッド収集。ちょっと蚊が一匹入っててさ、襲われる可能性あんだけどさ。俺入選しよっかな。おやすみなさい。混んでる。え？ちょっと待って。うんて？いって。あ、大丈夫？頭打った。あ、ここで打った。網戸にしよう。てかコーヒーって持ってきたんか？私持ってきたような気もする。揺れるな。ラジオ体操もできるよ、ここで。あ、できそう。本当に家でしかないこれ。これ濃ゆい方がコーヒーですんで。はい。乾杯。おーい。
たら、いろいろありますよ、言いたいことは。これ昨日の夜の寝る前の時点で、この車のいい点と悪い点を書き出したんだけど、居心地は良かったと思いますよ。じゃあこの車のいい点、コンパクトで行ける場所が多そう。これはね、強いと思う。ある。狭い道でもある程度行けるし、スーパーの駐車場とかでも駐車枠に入れる。お蕎麦屋さんの駐車場も普通に入れた。普通なら躊躇するレベルだけど、うん。普通に入れた。ただ、高さがすごいあるから、上に突起があるところとかは、すごい注意した方がいい。じゃあ次ね、車内高があって開放的。圧迫感がないね。家感が強い。幅と長さはデュカトの方が長いはずなんだけど、高さがあって、あんまり物がない状態じゃん、これ。空間がすごく広いから、家感があるというか、車感がない。私はキッチンが分かれてるのが大きいのかなと思った。すごい贅沢な空間の使い方だよね。そうだね。災害時の使いやすさとかも多分考えてるから、そうだ。災害時こそちゃんと調理しないといけないとか多分そういう状況が出てくるから、そういうのも想定してる。キャンピング登録ありきのさ、ちっちゃいシンクとかだとさ、絶対に災害時はさ、使いづらいじゃん。使いづらいよね。じゃあ次ね。うん。ソーラーの実力がすごそう。あ、そう。俺昨日この上、うん撮影したんだけど、屋根の上。全面ソーラーパネル。カメラを三脚につけて、えいってこう伸ばしてさ、上から撮ったよね。びっくりしたよ。全面ソーラーパネル。多分200か150ワットクラスが4枚ぐらいついてる。だって昨日さ、曇りだったし、この辺ちょっと木が多くてさ、結構茂ってるんだけど、それでも100ぐらい出とった。出てた。普段使いだけじゃなくて、災害時もそのまま役に立つっていうところを感じるね。このマックスファンをなしにして、それはそれでちょっと換気したいなと思ったけど、そのスペース、マックスファンのスペースを潰して全てソーラーパネルに振り切ってるってところはちょっと、愛でそうやってるんだなとは思う。だってどっかに留まってしばらくいるって場合は、やっぱソーラー充電大事になるもんね。そう。本当に晴れた状態でどれぐらい発電するのかっていうのはすごい気になるところなんです。バンクベッドが半常設な点はいい。この引き出さない状態でちょっと昼寝したりしてみたんだけど。その点は良かった。ただ、バンクベッドですごく思ったことがあったから、それはちょっと後で言う。次行くよ。リビングが超快適。そう、ここ快適。まさにここ。ここやばい。昨日は餃子パーティーをしたけど。食事だけじゃなくて、もう全てここできる。パソコン作業とか。だから首肩やられずにできるかも。エアコンもここにあるし。コメダより快適だ。ごめんな。コメダ以上。じゃあ次。廊下が広くて開放的。すれ違いは余裕。多分この廊下が結構大きいと思う。この開放感を醸してる。何もない空間があるっていうのがすごい余裕を感じるんだよね。結構すごいよね。キャンピングカービルダーさ、所狭しとギミックとかさ、物とか詰め込みがちじゃん。逆の発想してんだよ。削ぎ落としたと思う。削ぎ落としてるね。ここの横をキッチンにして、後ろマルチルームにしてとかなんかやりがち。やりがち。ここになんか棚とか収納とかさ、ソファとか絶対置くやん。置きたくなっちこれゃう。置かない選択ができてんのマジですごい。以上、この車のエクスペディションストライカーのいい点。次はね、気になった点。1個目。結構じゃあこれ一番俺が思ったこと。バンクベッド。最初さ、バンクベッド、うわ、最高じゃんって思ったじゃん。ゴロ寝できるし、調節だし。ただ、使ってみて思ったのは、この車だからというより、バンクベッド全般に対してだと思うけど、座れない。バンクベッドってそういうもんだと思うよ。そうなんだけど、達夫は座ることに結構情熱あるけど、多分バンクベッドイコール寝るだけのもんだからそこまではいらないっていうのが。バンクベッドは寝るだけなんだね。そうかもしれないけど、座れないだけじゃない、俺の不満。乗り降りするにはしごが必要だし、このバンクベッドのから天井までが狭いじゃん。で結構こう這いつくばって横に来てはしごで降りるみたいな。体に意外と負担があるんよ。昨日実際にあったのは寝るじゃん。スマホ見たいやん。イヤホン。だからスマホ見んなって。イヤホンをさ、下にあるリュックに取りに行くときにめんどくせーって思って、ちょっとしたものを取りに下に降りるのがめんどくさい。で、イヤホン取るじゃん。うわ、耳栓欲しいわって寝るときになって。それもめんどくさ。で、またさ、こうやって頑張って降りてさ、耳栓取りに行ってさ、億劫だもん。で、最終的にね、YouTube 見てたら、スマホで 8% ぐらいになったんよ。うわ、充電しとかないと明日やばいじゃんってなった。でも、スマホ見んもなう今からスマホの充電器も下に取りに行くのめんどいからもう寝ちゃおうってもめんどくさくて寝たわ。要は言いたいのは、気軽に乗り降りができない。バンクベッド。
うんうん。特に暗くなってからだ。しかも横に海子いたし。あ、起こさないようにとか。うん。絶対こう起こすじゃん。うん。いつも何時までスマホ見てんだ。いや寝落ちするまで見て気になる点ね。うん。まあこれ肉だから。四駆なら最高かもしれん。そこだね。そうだね。肉と四駆って別物だから。うん、それは思う。肉ってのはね、四輪のうち前か後ろのどっちか二輪しか駆動しない。もう一個のタイヤはハリボテだから。かわいそうや。四駆っていうのはもう四輪すべて動くから。うん。強いんです。別物なんです。俺の理想はね、パートタイム四駆だ。四駆が必要な時だけガチャン。だってさ、乾燥路面を四駆で走る必要ないじゃん。ないない。じゃあ次ね。気になるって横風の耐性が気になる。今回はそこまで強風って状況はなかったけど、背が高いからもしかするとアクアライン強風の時とか。アクアラインは結構怖いと思う。まあ、じゃあ、現実的に次気になるのは、コンパクトめなキャブコンで、四駆で遊び道具詰めるやつ。あるのかな。あるだろ、絶対。あとは、バンコンだったら、ハイエースキャラバンのナローハイルーフベース。はいはい。で常設ベッド取り回しがしやすくなる。もちろん四駆。そこの辺だな。キャブコンもでもね、ディーゼルがいいな。今回さ、このトラック、実際にこう乗って、いろいろ行ってみてっていうのができたから、感覚的につかめた。本当に良かった。日本特殊ボディさんに感謝だ。ありがとうございます。こんな機会なかなかない。うん。すげえ今更感だけど、バッテリーの、これ、エノジーじゃないアプリで見れる感じだったわ。 M プラスなんだこれ。メリットさん。メリット3プラス。あ、外から出せるのいいね、やっぱね。めっちゃいい。仮想グルちゃん。ああ、なるほど、ここにね。